はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。ゲンゲンさん、この前、数学の共通テストライブで解いてたじゃないですか。解いたね。それもすごかったんやけど、今回の共通テストで話題になったのって数学じゃないんですよね。英語リーディングだ。正解いやなんかね、もう受験生たちの阿鼻共感の声がすごかったね。第5問とかかな、めっちゃ長いみたいな、いやでもなんか見たわ。噂では去年ですらすごい分量多かったのに、そっから300単語ぐらい語数が増えて、マジで時間的にカツカツみたいな、だからこそ英語力以外に情報処理能力も求められるようになった試験だっていろんな人が言ってたよね。しかもなんか、平均点の中間発表が出たんだけど、今回過去最低らしい。何点ぐらいなの？53.2点かな。半分か。大変なことになってるねだって赤門道場の門下生でもさ、ももかちゃんとか今までずっと満点模試とかでも取ってこれたからいけるっしょと思ったら88点とか、英検1級持ってる新田くんも94点とか、満点取れない試験になってきたのかもね。かもしれない。でもゲンゲンって英語の講座作ってるじゃないですか。作ってるけど、プレッシャーかかるね。それ言われると確かに正直英語力に関しては自信はあるよ。ただ、同じようにネイティブで英語力めちゃめちゃあるいろんな予備校講師が軒並みなんか満点取れませんでしたみたいなのツイートしてない？してるね。だから英語力があるから満点取れるわけじゃないと思うんだよ。情報処理能力とか文章読解力とか、もう国語力とかだって日本人である我々が国語満点取れないのと一緒で英語の試験だからって英語が読めりゃ満点取れるわけじゃないってなってるのかもしれないけどね。今回はそんな難しいテストだったので、フルで80分使ってもらって何点取れるか。そうだよね、だって満点取るだけですごいからね。そうだよいつもなんか数学で麻痺してるけどちなみに現役の時は100点。はい、ではこちらこれが問題ね。問題になります。いや緊張すんな。まあでも、1時間ぐらいで解きたいな。解き切りたいなでは2024年共通テスト英語リーディング、はい、5、4、3、2、1、スタート。うわ、なるほど。なんかめんどくさいなタイプの問題。いろんなところから情報を集めてきて消去法でやんないと選べないような問題が結構ある。第1問終わり。うわ111って続くと不安になるね。並び替えで1234が答えなんだけど、絶対不安になるでしょ受験生これ。30分経過。第3問終わり。第6問まであんのか。19ページまで終わって今40ページも。じゃあ意外と1時間で終わらせるのもきついねこれ。後半の方が難しいだろうし。よし、第4問終わり。38分です。まあペースとしては悪くはない。で第5問か。の第5問でしょ。知ってる。まあこんなもんね。はい分量としては多いけどわかんない内容次第。English discussion group, and it's your turn to introduce a story, okay? Yeah, found a story in an English language magazine in Japan. Oh, you're preparing it. なるほど。問題がえぐいもんな。不要なものが一つある。不要なものを除いた上で並び替えるっていうなんか面白いなと思って。拓也ってやつが出てくんだけど、急になんか余計なおせっかいみたいなこと言い出して、まあいいや、後で話すわ時間かかるなこれ。もうそろ50分だよね、結構時間かかるな。こういうこと言ってたなって覚えてるんだけど、どこだっけ。探すのがめんどくさい。多分こっちなんだよな。けど明確な根拠がパッと見当たらん。見直しする。マークつけとこう。
ああ、勘違いしてた。こういうことか。Propose a successful business idea をマキか。拓也にはあくまで made a product known to people か。すっきりしたー。 OK、 第5問終わり。やばい、時間意外とカツカツですすげえ生物だこの問題。レセプターとかさ絶対わかんないよな医学部だからさ有利なんだけど、まあ、生物選択とかだと有利だと思うんだけど、ダイアリアとか単語として絶対知らんやろ普通。下痢って意味なんだけど。残り10分切ってます。本当？嘘、やば。一応あとは選択肢を選ぶだけ。あと願わくはあれもしたい、見直しもしたい。とりあえず一応全部選んだけど不安なところが結構ある。よし、時間内に終わった。おー、素晴らしい。何分？あと5分です。結構ギリギリだね。今74分50秒。どうする？見直しはする。で第6問の A のこれってなんかしっくりこないんだよな。あ、待ってよ。 Thinking about your last to a hot string ピンとこないんだよねこの質問のベストオプション。どっちもなんかもっとあるやろいい例がある。 My original examples to help the audience 分かりやすい例、私が考えた例みたいなんでここに選択肢あるんだけど、もっといい例たくさんあるのに微妙な例しか出さないんだよな。あと2分。まあこれかな。これだ。これしかない。やば、むずっいやもうこれどうしようもできないわ、今からは。試験終了まで10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。うわかんな。これ本当にわかんない。何点だろう。微妙な選択肢が多い。これ大変だね。これは荒れるわ荒れる。特になんかどこの問題が手こずったとか。みんなが話題にしてる第5問に関しては確かに分量が多くてでも時間がかかるのか。俺的にはむずって思わなかった。時系列があっち行ったりこっち行ったりするから一文一文追ってるうちにあれ何が起こってたっけって忘れちゃうのよ。だからそこが大変なのかなと思うけど、俺の場合割とさっと、あこういうことがあってでこの回想シーンかっていうのを頭の中で整理した状態で読めてたから、そんなに難しくは感じなかったかな。で第5問は一回笑っちゃったのが、俳優になりたかった拓也って人がいるのよ。で拓也が俳優の夢をね背負って街を出たわけよ。でも夢ついえてまた街に戻ってきて、で同級生にマキっていう子がいるんだけど、そのマキって子は親がもともとカフェやってて、その実家を継ぐみたいな。それを聞いた拓也が急に前から思ってたんだけどマキんちのコーヒー微妙じゃないって言い出すっていうでなんかと思って急に電話で言い出して、だから俳優の夢ついえた説みたいな周り見えてないというか、なんかそんなこと言うやつ有名になっちゃダメやろって思ったっていうのでちょっとにやけちゃったっていうのあと普通に序盤の方もね問題設定がややこしいのがあった。第1問の B かな。例えば3つツアーがあってでこの3つのツアーに共通するできることはって言って選択肢があるわけ。外と内どっちの経験も楽しめるとか歴史的な何かを学べるとか。だからそれぞれこのツアーで歴史的なものを学べるかなっていうのをバーッとスクリーニングしてこの一つのツアーでは書いてないからダメだって消していくみたいな問題設定として時間がかかるような問題になってるから、そういうのとかはムカついたね英語っていう形を取りながら単語力を聞きつつも情報収集能力総合力だね。本当に英語力があるのは前提としていろんな能力を問うてる。ネイティブの人でも英語満点取れないみたいな話結構あるじゃん。俺何点だろう。いやー楽しみですねちょっと90点切ってたら嫌だな。これはお蔵入りかもしれませんそれは逆にありがたいねお蔵入りにしてもらえるのは。ちなみに赤門道場生だとはい新田くんが94点で最高点でした笑っちゃう。なんか94点ってすごいそう考えると
これで94点はすごい。それでは、はい、94は超えてほしい。それでは2024年共通テスト英語リーディング河野玄斗さんの点数は、はい、94点です。一緒かーい。一緒かー。そっか。英検1級の人は94点なんだね。どこ間違えた？ですね、大問6の A、問2問4。うわ、だから大問6のA がね一番ね、あ、そう、これとこれ。一応待って、ちょっと待って。41？嘘？待って、雑に選んじゃったかも。Major life search age will likely make time。いや、待って待って。あれ？待って、これは何ですか？絶対間違えちゃいけない。そうなんだ。違う。スピードアップなわけないもん。スローダウンに決まってんのに。いや、なんか数学の符号を間違えるみたいなミス。プラスとマイナス間違えてピッて選んじゃったみたいな。これね、符号ミス。意味とか分かってるけど、なんとなくその脳のちょっと処理ミスというか。そう、処理ミス。いや、マジか。いや、これそう、絶対そう。41は1以外ありえない。簡単に言うと、年取ると時の流れ速くなるよね。でも年取ったとしても、すんごい何か大きな変化、仕事が変わるとか、そうなるとまた時間って遅くなるよねっていう話なの。なのになんか遅くなるよねじゃなくて早くなるの方を選んでる。なんでそんなことしたんだろう。で43ね。あ、そう、43が俺しっくりこないなーってずっと言ってたやつ。43答えは1か。ああ、そういうこと。いや、待って、おっと1だわ絶対。レトロスペクティブタイミングとプロスペクティブタイミングっていうものの対比なわけよ。レトロスペクティブタイミングは過去の情報に基づいて、あの時これぐらいだったなの時間の長さ、あの時間ってこれぐらいだったかなって思い出す時間なんだけど、プロスペクティブタイミングはそれと対になるものだから、思い出すものじゃなくて予測するものだっていう風に思っちゃったわけよ。プロスペクティブプロだから事前に予測するタイミングじゃん。だからこれに対してはこれぐらいの時間がかかるだろうって予測する方の未来志向の時間かと思ったら、どっちも一応過去志向だったっていう。プロスペクティブはやった直後に今までやってきたことどれぐらい時間かかりましたかっていう話だったのよ。プロスペクティブの方の具体例として正しいものはっていうので答え丸1なんだけど、丸1読んで、あ、これはレトロスペクティブの方だなって思って切っちゃったのよ。まあでも94点ね。94です。これはいいのか悪いのか分からん。94点はちょっとなんか俺にしてはヘボいね。ということで、今回共通テスト2024年英語を受けてきたんですけど、噂通り英語力以外のいろんな能力が試された試験だなというふうに思いましたね。94点。ぜひ94点超えた方はコメントで教えてください。二次試験は共通テストよりはね、より英語力にフォーカスした試験だと思いますので、これからもね、引き続き二次力の方を鍛えてもらえたらいいなというふうに思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。能登半島の大地震で被災された皆様、心よりお見舞い申し上げます。今回の地震で参考書や学習環境を失ってしまった方も多いと聞いています。河野塾イズムは意欲のある方全員に最高の学びを届ける予備校です。私たちにできることを考えまして、今回石川県、富山県、新潟県をお住まいの皆さんに徹底基礎講座数 1A を無料で提供させていただきます。詳細は概要欄からご確認ください。私たちの講座が少しでも勉強の支えとなり、復興への一助となりますことを、河野塾イズム一同心よりお祈り申し上げます。